今日はダブル添削やっていこうと思うんですけど、僕とかかげ先生ね、普段視点というか、添削見てくれている人だったらわかると思うんですけど、結構ね、視点が全然違うと思うので、一緒にこう添削したら面白いんじゃないかと思ってですね、今日の企画実現しました。はい。ありがとうございます。はい。なので、交互にもう添削してきてるんですけど、添削の結果とね、あと過程を紹介していくんですが、その過程で、俺だったらこうするかもとか、今のなんでそうやったのみたいな、そういうのがあれば、随時こう、突っ込みながらね、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。赤毛先生の方の添削からちょっと始めていきたいと思います。はい。はい。てかもうすでに上手いんだけどね。はい、これって仕事の絵？いや、これは仕事の絵だけじゃなくて、うちのちょっとメンバーシップ限定でやっている、テーマをあってイラストを描いてもらうっていう、課題イラストの中の一つなんですけども、はいはいはい。で、これは、ライトノベルの表紙をテーマにイラストを描いてもらったって感じですね。もうまさにライトノベルの表紙まんまですね。コンセプトみたいなのあるんですか、これは。コンセプトが、どうやら聞いた中だと、この世界中でどうやらこの子は育ったらしくて。この後ろにあるのが世界中なの？多分世界中なんだと思いますね。で、その世界中で育って、世界中の外から、外に行って、世界を、救うかどうかわかんないですけども、勇者なんだが救うかどうかわかんないですよ。設定的には世界中の中から飛び出したっていう感じらしいですね。そうなんだ。結構あれだよね。珍しいよね。世界中に目指していくみたいなのは、割とよく聞くんですけど。そうなんですよ。これ僕ちょっとね、直す後に聞いちゃったんで。直した後に聞いちゃったんで。僕もね、てっきりやっぱりその直木先生みたいに世界中を目指すんじゃないのかって思って。普通そうですからね。普通そうだからっていうところもちょっと今、添削のポイントには入ってますね。はい。なるほどなるほど。この世界中っていう風にテーマがあるじゃないですか。いや、だけど、これこの下の背景的に察すると多分学校の教室みたいなところで見てるっぽいんですよね。確かに机ある。学校の机っぽいのがあるんで。はいはいはい。じゃあこれ、距離感世界中っていう距離感の割には、学校のど真ん中に生えてる木かなみたいな感じに見えちゃうんですよね。面白いね。これ、樹上の学園だから、まず最初だからあれなんだ。世界樹の中の学校から始まるんだ、このストーリー。そう、樹上の学園っては書いてあるんですよ。でも、はいはいはい。その後ろのやつを本当に世界樹とするんだったら、学校内に収まってないと思っちゃったんですね、やっぱり。だからそこちょっともったいないなって思いますね。ちょっと、世界樹にしては細いな、みたいな。そうですね。ちっちゃいな。やっぱり庭に学校の庭に生えてる大きい木だなっていう感じがやっぱしちゃった、ね。でもわかんないよ。樹上の学園だから、この学園自体がもう木の、ツリーハウスみたいな感じになってて、窓の外に見えてるのは、これは木に見えてるけど、実は枝なんじゃない？もしかしたら一部だったかもしれないですけど、そう。そう考えるとね、結構壮大だけど、絵だけ見ると、あれ細くねみたいな感じになっちゃう、ね。そうですね。やっぱり、絵とタイトルだけでやっぱりライトノベルって表紙、判断すると思うので、そこでやっぱりみんなが想像する世界樹ってなると、やっぱそれだとちっちゃいんじゃねって思っちゃいますよね。1段階目お願いします。はい、いきます。なるほどね。だから、すごい壮大な世界樹になりましたね。もうその屋上みたいなところから見て、下にちょっと街並みみたいなのが見えて。はいはいはい。街並みとこの辺ね、ちょっと昔の年代的な、世界樹といえば僕世界樹の迷宮ってゲーム大好きなんで、やっぱあれのイメージがあるんで。で、その森、これも樹上でもいいんじゃないかなと思うんですけど、とにかくそういうその緑の他にいっぱい木がある中でさらにでかい木がある。あと木とかもですね、ただの木じゃなくて、いろんなものが連結したような木に。この、ちょっとやっぱり普通の木じゃなくて。こう、インタートゥワインみたいな。うわーってなってるみたいな、そういう感じですかね。そうですね。確かに表紙で見て、この世界樹どうなってんのみたいな、ちょっと謎があった方が結構惹かれますよね。ですね。やっぱあと世界樹っていうんだから世界の木なんだからやっぱ世界もっと見せないとっていうところがあります、なるほどね。やっぱライトノベルってなると表紙一番最初に見ちゃうんで、表紙でとにかく世界観伝えれるようにしたいので。この女の子のポーズも結構変わってるじゃないですか。これ最初剣直そうか直す前か、
ちょっと迷ったんですけど、はいはい、これ動きをつけちゃうと、どうしても世界樹が隠れちゃうんですよ。確かに。世界観がなんか見えなくなっちゃったんですよね。うんうんうん。でも、剣はしっかり見せたいなっていうのはありまして、うん、せっかくこの世界樹っていう要素があるんだったら、やっぱこの世界樹の要素をもうちょっとこのデザインに取り入れたいなと思って、これは勝手な僕の妄想ですけど、この子は鉄を使わないとかいいんじゃないかなと思った。いいだから、例えば、だからこの後ろの剣を、あえて木刀にしてるんですよ、これ。はい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 。だからだから木刀っていうのは世界中でなんだ。そうですね。世界中の木で作ってるみたいな感じの。なるほどね。で、どうやらこの子はなんか、多分この子異世界転生してると思うんですよ。学生服があまりにも。確かに。現代高校生なんで。で、だからそういうのもちょっと、ネクタイとかも、あると割かし邪魔だなってちょっと思っちゃったんで、ちょっとこう、腕にくくったりとかして、冒険者風にアレンジしたって感じですね。はい、次行っていただいていいですか？次行きますか？アフター？小動物が増えた。そうですね。ちょっと小動物が今増えたと思うんですけど。はいはい。小動物と、あとやっぱりその左側が若干寂しいので、ちょっと流れというか風みたいなのが欲しいなと思ったんで、で、それの説得力のために髪の毛を長くしたりだとかして、で、あと、この、まずやっぱりライトノベルといったら、小動物というか、マスコット的なやつがやっぱ欲しいなって思うのと、で、まあ、大の大冒険のゴメちゃんみたいなイメージで、ラストのラストで、実は世界中のなんか守護神だったりするとか、なんかそういう設定があったらいいなとか思いながら書きましたね。なんか書いていくごとになんかそういう想像をこうちゃんと膨らませていけるのがいいですよね。で、やっぱり木と言ったらやっぱ木漏れ日かなっていう。本当だ。で、やっぱ世界中にこう、ちょっと後ろに若干塔とかも追加してるんですけど、なんかやっぱこの世界中に抗った人たちなのか、なんかちょっとディストピア的な、細かいな。いいですね。でもなんかこういう対比があるといいですよね。めっちゃいいですね。もうコメントで読みたくなったみたいな。これが大事なんですよね。多分読みたくなるっていうのがね。ですね。やっぱりライトノベルの表紙って一番大事なんで、表紙で読みたくなるって思わせないと。で、終わりかな。その次なんかもう一個、そうか。次タイトルがありますね。タイトルをボンって入れてって感じですね。もうそれっぽい。で、色合いもちょっと世界観に合うようにちょっと赤じゃない、オレンジっぽかったんですけど、やっぱりなんか自然感を感じさせたいなっていう。やっぱりあと、キャラクターもせっかく青い手なんか髪の毛もしてるんで、それのシナジー合うように、青にした感じですね。で、じゃあ最初と最後ちょっと見比べてみましょうか。はい。これは最初。なんか、遠目で見ると結構なんか色合いもすっごい変わってて、なんか前のやつがちょっとこうふんわりしたようななんか優しい感じの光なんだけど、色なんだけど、こっちはなんか結構もっとファンタジックっていうか、なんかワクワクするような色使いですよね。キリッとさせたところもありますけど。全然違う。面白い。あと地味に変わってるのが背景を若干切り取ってるっていうところですね。ここですよね。この上が白になってる。白枠のやつなんですけど、これってあれなんですか？本にした時の見栄え？まあそれもあるんですけど、これをなんでやっているのかっていうと、まずこれをやることによって、キャラクターと背景がしっかり分断されるんで、より世界が逆に広がるんですよね。これ、あえて狭めた方が。なるほどね。だから足元見ると特にそうだけど、手前にキャラクターがいて、で、奥に背景があるっていうのが分かりやすくなるから、なんかそこの空間がすごいこう空いたように感じるっていうか。です。あとやっぱりタイトルもこれがあった方が多分見えやすくなってるんですよ。確かにね。ここちょっとはみ出しますからね。はい。だからあえて白枠をつけるっていうのはすごいありなんですね。ありがとうございます。僕はこんな感じですね。はい。僕はですね、ちょっとワンポイント添削をしたので、ちょっとそこだけ解説して僕の方に行こうかなと思います。僕はですね、こんな感じにしました。なるほど。下に下げたんですね。そう。なんか僕は結構カードゲーム的な思考しがちなので、カードゲームって結構 UI とかがいっぱい入ってくるじゃないですか。なので、なんかそういうの込みでポーズとかを考えないと、そもそも見えなくなるっていうことが結構あるんですよね。はい。そう、だから、なんかタイトルって結構大事だから、なんかタイトルこの辺にバーンって置きたいだろうなみたいな、デザイナーさん的にはこの辺にこうバーンって置きたいだろうって思っちゃうんですよね。しかも、なんかラノベのタイトルって結構長いやつもあったりするから、なんとかのなんとかのなんとかでなんとかだみたいなあるじゃないですか。あります。それだとなんかもうこれでもなんか全然足りないかなっていうぐらいこうバーって入って
ってると思うので、これ外した時に全然見栄えしないんですよね。前の方が全然見栄えするんですけど、でもここになんか入ってくんだろうなみたいな想像した時に、ちょっとここ開けとくみたいなことしないとダメだろうなっていう、そういう感じ。そう、入れるとこがやっぱこのポーズが結構激しいので、どっかにタイトル入れちゃうとこのポーズが見えなくなっちゃうんですよね、やっぱり。表紙ってなってくると難しいんですよね。そう。なんで、だから僕もポーズを変えざるを得なかった。これはちょっと商業的な発想ですね。あと、お尻は隠したいな、みたいな。これどうなんですか？ラノベ的にはどうなんですか？いや、ラノベだったら正直見せた方が強い。見せた方が強いんですね。これぐらいだったら多分セーフです。レジに持っていくの恥ずかしいなって僕思っちゃって。今どうなんでしょうね。ライトノベルも今どうなんでしょう。電子になってるんですかね。レジに行かない。そもそも。かもしれないです。今はあんまり。なるほどね。はい、じゃあ、こちらの作品はですね、以上になります。じゃあ次僕の方行きましょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。僕の方はですね、こちらになっております。はい。これですね。これなんかチャレンジングですよね。いや、見せてもらった時に、努力はすげえって思いましたね。そう。書きたいことはちゃんと伝わってはいるんで。そしてやりたいことも伝わってくるだけに、なんかいろいろ言いたくなる絵っていう。ですね。ここをやれば言えちゃよくなるのにっていう感じがすごいしますね、これは。この人ね、海外の人なので、ちょっと英語で来てるので、英語で読みつつちょっと翻訳していきます。そうなんですね。タイトルが、Oh no! The Gem Fell! なので、ジェム落っこちちゃったみたいな感じですね。はい。やっぱそうなんですね。落っこちちゃった設定。で、コメント。Dear 先生、I tried to do my best with wrist issue. 手首痛いけど頑張ったよ、みたいな。14年間ホビーとしてやってるので、結局絵の勉強してないよということですね。14年間結構すごいですね。まだ絵は描いてるんだけど、どうやっても何か足りないような気がすると。で、X とか Pixiv のプロみたいに見えませんって言ってます。でもパッションはめっちゃ変わりますね、パッションは。プルーフリー。添削ってプルーフリーズって言うんだ。添削してほしいポイントは、私はなぜこれがプロっぽく見えないのか、わかる能力も知識もないです。どうしたらいいんですかみたいな感じですね。潔い。はい、わかりました。でもね、泣き言結構言う割に、かなり頑張って書いてるのがすごい伝わるから、なんか、その実すごいなんか強い意志を感じますよね、この絵からは。こういう絵って、すごいこう逆に良くて小綺麗にまとめるっていうか、なんかすごい小器用にまとめてるよりもなんかできてないんだけど一生懸命表現してる絵ってなんか結構伝わるんですよ。これまさにそうですね。そうなんかこの熱に当てられてですね、僕ちょっとやりすぎちゃって最終的にやりすぎちゃって結構違う絵になってるんですけどちょっと許してください。最初ちょっと構図の説明からいきたいと思います。僕これですね、ちょっとシチュエーションを整理したいんですけどこの絵ですね、タイトルにもあるようにジェム落としちゃったみたいな感じなので宝石みたいなのをたくさんこうバラバラバラって落としちゃったみたいな感じなんですよ、シチュエーション的に。なんだけど、見ようによってはですね、この子がなんか誰かからドーンって押されて倒されたみたいな感じにも見えてるんですよね。だから僕最初こればらけたのか、それともなんかこのごちゃごちゃしてるところから何か物を探してるのかどっちなんだろう。そう。それからなんかつまずいたとかにも見えちゃうし、すべての可能性が並列にこうあるんですよ。これなのかな、これなのかなこれなのかなみたいなのがすべての可能性が消しきれないから、なんかちょっとわかりづらいなみたいな感じになっちゃってる絵になってる。まず一つは、この女の子の髪が舞い上がってるから、今倒れたんだなみたいな感じの説明になっちゃってるんですよね。なおかつ腰がちょっと手前に来てるじゃないですか。そうだから腰残したまま上半身だけが奥にボーンって倒れた。でそれを説明するようにこっちの奥の手が奥にダーンってついてみたいな感じになったっていう。すっごい奥にあるんですよね。そう、説明になっちゃってん、なんかその動きの押されてる感ありますね。そう押されてる。しかもなんか目がちょっと光がないじゃないですか。なんかいじめられてる。そう僕がちょっとこう変えたいのは、まずこの髪をね下ろしますと。下ろすことによってなんか余計な動きはあえて消すと。あと腰をねやっぱりこう奥に行かせたいんですよね。そうすると素直にしゃがんだみたいな感じの動きになるので、このジェムを拾い集めようとしてんのかなっていう感じの見た目に。あとジェムの向きとも合ってますしね。はい。なるかなと思います。で、あと地面がね結構傾いてるんですよ。傾いてるから、
なんかそれも動きをこう、余計に動きを感じちゃって、で、なんか、ぶっ倒れたんだな、みたいな感じに見えちゃってるので、なので、これもですね、いつもはなんか斜めにして、動き加えた方がいいよって僕は言うことが多いんですが、今回はですね、あえて結構平らにしちゃった方が、余計な勘違いが引き起こされないで、伝わりやすい絵になるかなと思います。なので、最初の添削こんな感じです。最初こんな感じ。これは、キャラクターの腰をね、まず奥に持ってきました。で、なおかつ女の子の顔をこっちに近づけたという感じですね。はいはいはい。宝石の向きとほぼ、結構合わせる感じですね。そう。なんか最初ね、やっぱり、こう、カメラが結構バラバラっていうか、なんか女の子はちょっと上から見てる感じなのに、宝石はなんかカメラがすごい近くて、ちょっとトリックアートみたいな感じになってるんですよね、この。なので、下から見上げてるっていうことに統一しちゃおうということでですね、女の子の帽子の下側のこの青い面、これもちゃんとこう見えるようにしてるし、女の子の顔もちょっと近づけつつ、星を奥にやったというのが最初の添削です。次はどこだろう。次は、きっと宝石の向きとかをきれいにしてそう。お予想。まだです。あれまだか。次はね、ちょっとこう、細かいポイントですね。髪をね。髪の毛を下ろすって、はい、下ろしました。言ってちょっと細かく刻んでしまいました。なんかさっきも言ったように言ってましたもんね、髪の毛はね。動きつけるって結構大事なんだけど、今回の強調したいのってジェムが落ちちゃったみたいなことじゃないですか。だからこの子の動きを強調しちゃうと、なんか今回主役であるこのジェムよりもこの子のアクションの方が強調されちゃうので、あえてこのキャラクターの動きの方は消すみたいな。なんかそういう添削もね、なんか自分でやってて、こういう方向もあるんだなってちょっとびっくりしたんですけど。で、次こそ宝石かな。次こそ行きましょう。はい、ドン。わかります。床ですね。はい。これはね、さっき言った、あれですね、地面を平らにするっていうのと、あとこう、画角がですね、やっぱりさっきも言ったように、下から見上げてんのか、上から見下げてんのか、ちょっとどっちかわかんないっていうのがあったので、これをちゃんとこの奥の棚の角度も下からこう見上げたように調整したっていう感じですね。いいですね。めっちゃ見やすくなりましたね。あと若干石をちょっと書き足してるっていうのはあるかも。足の前とかにもちょっとちっちゃいジェムを書き足しつつ、そうですね。そう、やっぱちょっと前が静かすぎるなと思いましたね。なんか多分意図して結構ここ暗くしてるんですよ。画面の端っこの方だから結構なんか派手なジェム置いちゃダメかなみたいななんか葛藤があるんですけど、今回はこの宝石自体が結構主役だと思うので、宝石綺麗だなみたいな感じの絵だと思うんですよ。なのでむしろこの画面手前の宝石もっとこう派手しい宝石置いちゃってもいいのかなと思ってですね。もうやっぱり手前の青がやっぱめちゃくちゃ効いてますよね。赤系がやっぱり多いので。赤系が多くて、でなんかこういうすっごい書き込みが多いやつがこうあると、あれなんか肉みたいな。そう、特にね。これ肉みたいな感じにもちょっと見えてて。そう。そのフラスコの中身の液体がどうしても、僕も最初なんで肉が置いてあるんだろうと思っちゃって。そう。明らかに赤身にサシが入ってるんですよね、これね。なんかそういう勘違いみたいなのを引き起こしかねないので、なんか、いやもうこれは石なんですよっていうのをこう全力でこういうところで伝えていくと、いいかなと思います。あとなんかね、めちゃくちゃ見やすくなってますね。そう、見やすいかつ、やっぱりこの人、最初から結構なんていうの、動きが出るような工夫はもうしてあって、例えばこの奥のこの天井っていうか壁なんですけど、なんかあえてこうアーチ状にしてあるんですよ。です。これうまいですよね。これうまいですよね。そうだからうまいです。これがあるだけで結構なんかもう絵に動きが自然についちゃうし、パースもかけやすいので、なんか全然これだけで十分だわみたいな。なんならその瓶の並べた後ろのその格子状のね、連続したその小窓みたいなのがめちゃくちゃいいです。これかっこいいですよね。そう、背景の設定がめちゃくちゃ上手なんですよ。そうなんですよ。さっきなんか14年間描いてきたって、でもなんかうまくいかないって言ってますけど、この蓄積はすごい感じるんで、最後の爪の部分かな。こうやるとうまく見えるとか、なんかこういう構図にすると、なんか意図通りになるみたいな、そういうのをこう、いいものは知ってるって感じですよね。知ってる。いいものは持ってるので、その使い方をね、ちょっと学んでほしいですね。はい、じゃあ次行きましょうか。こんな感じですね。おー、さらに。
これはさらに見えやすく。そう、なんかさらに見やすくっておっしゃいましたけど、まさにこの見やすさの工夫で、結構ね、暗い色はすごい使えてるんですけど、明るい色がね、さっきのあんまり全体的に全部なんか暗くなってましたよね。そうそうそう。多分本人はね、明るい色入れてるつもりなんだと思うんですよ。なんだけど、背景はしっかり入ってます、ね。そう。この辺めっちゃ明るい。だからなんか考え方として、めちゃめちゃ明るい、めちゃめちゃ暗いみたいな色があったとして、このなんかマックスの幅をキャラクターに使ってほしいんですよね。そっちの方がなんか多分なんかコントラストが強調されて、このモチーフが一番大事なんだなっていう見え方がするはずなので、一番暗い色と明るい色をちゃんとキャラクターに入れてほしい。そうするとグッとこうキャラクターが前に来て、ここ見りゃいいんだなっていうのが一気に分かりやすくなると思います。さっきのそれで帽子の影も効いてきますね、これで。お目が高い。おやおやまだこれもしかして返信を残してまだあるんです。まだ。おやおや僕これまだ見てないからね、結果。本当に見てないから。次行きましょう。今初めて見てもらってるから。5段階目の返信。こちらです。これは若干再度高めてます。なるほど。これありますね。賑やかに書いていったりすると、なんか調和をね、なんか書いてる途中に若干調和してくるんですよね。なんか似たような色になっちゃってくるんですよ。再度っていうのはあれです。鮮やかさを上げました。やっぱりね、なんかキャラクターに結構なんかちゃんとこう主眼、ジェムがね、すごいこうにぎやかというか鮮やかな色なので結構負けちゃうんですよね、キャラクターが。なんだけど、やっぱりキャラクターイラストなので、キャラクターもちゃんとこう可愛い、かっこいい、かわいいっていう風に目がいってほしいので、主にね、この目と、あと帽子のこの青が結構印象的なので、この辺ちょっとこう鮮やかにしてあげると、さらにこう、キャラクターかわいい、でもなんかジェムも綺麗みたいな、なんかいいバランスになるんじゃないかなと思います。他のところがサイドが低いんで、顔と宝石だけね、サイドを上げておけば、そこだけ、やっぱ人間、なんかそこ違うなっていう風にやっぱ自然と見ちゃうんですよ。あとなんかすっごい細かいテクニックなんだけど、このなんか奥行きちょっと出したいなみたいな空間があったら、なんかわざとこういう明暗さがつきそうなものをちょっと垂らして、暗いところに垂らすってやつですね。そうここは前奥みたいな感じで書き分けるっていうちょっとこう卑怯な手もあります。手、髪の毛、そして腕、そして後ろ髪っていう風にこれで4段階見えるようになりましたからね。そう奥行きがね、なんかすごい出ますよね。まだ返信を残してます。まだありますか？ちょっとこっからはね細かすぎるんですけど、6段階目はこちらです。表情か？表情ですね。そう。すごい嫌そうだなと思って、前の表情が。なので、いや、これ、好みなんですよ。正直好みなんですけど、なので、どっちでもいいです。でもね、これはどっちでもいいな。こっちでもいいし、こっちでもいい。キャラの性格を聞いてやるところな感じがします。これ最後の段階は、ちょっと雑にね、なんかバーって書き込んじゃってたので、ちょっと整えたっていう感じですね。いやー、でもめちゃくちゃ良くなり、めっちゃ見やすくなりましたね。ありがとうございます。なんださっきまで逆に床見えてないのに、やっぱり宝石の配置のおかげで床が見えるようになりましたね。直接床描かなくても、宝石をこうちゃんと並べることによって、こういう床があるんだなっていうのが分かりやすくなるっていうのはあると思います。じゃあ最初と最後ちょっと見比べてみましょうか。結構7段階のね、変化を遂げたので、パッカ、ちょっと違う絵だな。これだったら僕ももうちょっとやっとけばよかったな。ちょっと張り切りすぎ、すいません。言い訳させてください。かかげ先生とやるから、ちょっと張り切りすぎましたね、僕は。ちょっと見せつけられたな。いや、でもすごいや。さすが直木先生だ。ありがとうございます。もう僕のワンポイント添削いりますこれ。いります。全然変わって、パッと見に何変わったなという感じですけど。じゃあ、角栄先生の視点をちょっと教えてください。いきますよ。こちらが、これはね、そして角栄先生の添削がこちらです。でもなんか地面がすごい分かりやすくなって、あと光もね、こう差し込んでなんかすごいいい感じになってますね。この人、正しい知識さえ学べば、アイテムとかの配置とかはもうすごい上手なんで、ただ、そのパース学べばもう、この人パースの感覚さえ養けば十分伝わるんじゃねっていうのがありますね。はい。いや全然っていうところ、だからまず床が、ビフォーの方見せていただいていいですか？ビフォーの床を拡大していただいていいですか？それの床を拡大していただきたいんですけど。はい。ちょっとこの辺ぐにゃぐにゃ。床が結構ぐにゃぐにゃ。ぐにゃぐにゃなんですよね。そう。で、この床のマス目っ
って初心者の人たち結構ないがしろにするんですけど、実はこの床のマス目とかで見てる側ってめちゃくちゃ距離感これでわかる判断してるんですよね。だからだいたい1マスの大きさ、この床の面の1マスの大きさと近くのもので、パッと見の判断で、目の判断で比べて人って結構距離感取ってるんです。だから今この状態だったりするとマス目が多すぎて、僕これパッと見た時にこの手って部屋の隅ぐらいまで届いてんのかなってやっぱ思っちゃったんですよね、最初。すげえ手長くなってないかみたいな。確かに。マス目がわかんないから。だからこれでマス目とかを綺麗に整理してあげるだけで距離感すごくわかりやすくなるんじゃないかなっていうので、アフターですね。なんか多分あれですよね、この人結構なんかパースをすっごい効かせた絵を描いてるんだけど、なんかピンポイントでこの辺だけなんかパース全然分かってない人が描いたみたいな絵になってて、そうそう。全く違うパースになってたりするんですよ。これ結構不思議ですよね。だから、その辺をこう知識としてちゃんとこう入れ込んであげると、この人は、まあ熱量がやっぱりすごいので、なんかそれがすごいうまくはまったら、ですね。なんかめちゃくちゃ良さそうかなと思います。あと、その、後ろのね、その瓶とかも、やっぱなんか現代的な瓶が多いんですよね。なんか形が。このなんか、飲み口みたいなやつがすごい短いタイプのやつあるじゃないですか。ね、どうやらこれ調べたところ近代だとこれはできるんですよ。昔だと結構長いんですよね。こういう文明はない。まだここまでなんか瓶はあるんですけど、そう、この文明だったらこんな短い飲み口のやつ多分作れないんですよ。なんか、岡田敏夫みたいな視点。さっき調べたところなんですけど、なんでこの瓶が今時っぽく見えるんだろうと思ったら、いや、飲み口の部分がめちゃ短いのは今の現代じゃないと作れないらしくて。そうなの？長くなっちゃうってこと？長くなっちゃうんですよね。で、長くてやっぱこの四角っていう状態が作れないんですよ。丸くなっちゃうんですよ、どうしても。ただ単にガラス棒でぷくーって膨らませてるだけなんで。全然やっぱないんですよね。昔のなんかローマとかのやつを調べたりすると、大体やっぱ長いんですよね。今みたいにガラスも丈夫じゃないんで、例えばなんか麻の紐でちょっと巻いとくだったりだとか。あれって補強なんだ。ああいうのとか、そうですね。あれはなんかぶつかったりした時だね。あるんで。だからなんか網かごみたいなのがついてあったりだとか、麻の紐とかでなんか巻いてあったりだとかしたら、さらにこのイラスト、この年代に、見た目の年代とかに合うんじゃないかなと思いましたね。あと、そうですね。あと瓶のキャップとかもなんか、コルクとかで。そうね。この辺にコルクみたいなのがこう、ポンってあるだけで結構、あと、こういうやつですよね。そうです、そうです。そういうのとかにした方が、やっぱり良かったかなっていう。昔っぽいなっていう。ファンタジー感さらに増すなみたいなところですね。確かに。でも確かになんかこれがあるだけでかなり雰囲気変わってくるんで、大事だわ。だから、このパネルとか、その、後ろのレンガとかも結構雑に並べられてたんで、そういう岩組みのやつとかもあったりするんですけど、その、文明的にもうこれだったら綺麗なレンガ置いたらいいんじゃないかな。さすがにこう錬金術とかやってるとこだったら金持ちなところだと思うんで、結構お金を持ってるところだと思うんで、そういうところはなんか、あえて綺麗なレンガにして、で、他のところはちょっと雑なレンガを使ってだったりだ。素晴らしい視点。そういうところを学べば、この人もっと強くなるんじゃないかなと思いました。いいもの持ってるんで。頑張ってください。あと、なんかやっぱりさっきも言ったけど、シチュエーションとかストーリーを最初に考えて、じゃあ、その動きをするためには、なんかどういうポーズにした方がいいのかな、どういう構図にした方がいいかなっていうのが最初に考えた方がいいのと、あと、傾きやっぱりこの傾きがなんかちょっと傾きすぎてるから、なんかすごい不必要な動きみたいなのを感じるから、そこそうですね。全部傾いちゃってますから。そう。なんか地震で傾いちゃったみたいな感じにもちょっと見えかねないので、なんかそういう細かい部分を気をつけるともっと良くなるかなと思います。そして、川影先生が言ったように、細かいその時代背景とかも含めた小物類の描き方とかもね、勉強してみてください。という感じでね、添削すべて終了しました。川影先生いかがだったでしょうか、今日は。いやー、なんか分からされましたね。ちょっと分からされがちょっと入っちゃったかなっていうところもありますけど、いや、さすが直樹先生ですね。いや、これ面白かったな。なんかまたやってほしいっていう声があるので、またなんかぜひ機会があれば。わかりました。なんか宣伝とかあります？宣伝、いつもね、僕も添削やってるんで、よろしくお願いします。かかげ先生のYouTube のチャンネルは、
僕の概要欄に今、貼ってあると思うので、皆さん、登録してない人はね、ぜひ登録してください。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、かげ先生とのダブル添削をお送りしてきました。今回ね、すごいポイントが多かったと思うので、ぜひこの動画何回も見返してですね、自分の絵を描くときの、ヒントにしていただけると嬉しいです。ということで、はい、皆さん頑張ってください。はい、頑張ってください。かげ先生、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。また何かあればよろしくお願いします。はい、お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとう。